こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3、ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。最近では去年に引き続きトロンがタイトルスポンサーに決まったということでまた話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますのでそちらもぜひ見てみてください。でまたこの WebX のチケットに関しては5月中の購入でかなりお得な価格で買えるとのことなんですが、概要欄のリンクから飛んでいただくとさらにそこから 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてください。ではここから通常通り海外の状況を見ていきたいと思います。まずビットコイン関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス3億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはフィデリティの FBTC がプラス 1.3 億ドル、ビットワイズの BITP がプラス 0.86 億ドル、アークのアーク B がプラス 0.38 億ドル、グレースケールの GBTC がプラス 0.27 億ドルと、他がビビたる流入を記録しています。GBTC も流入となって、他各社も流入が大きくなってきましたね。ただブラックロックはゼロのままとなってます。一方、香港の現物 ETF のフローは全てゼロと、先日までの純利数よりは前進しています。あと連日各ファンドのスポットビットコイン ETF の保有状況が公開されて話題になってますが、今回もミレニアムマネジメントが総額約20億ドル相当のスポットビットコイン ETF 保有を明らかにして話題になっています。ブラックロックの IBIT を約 8.4 億ドル、フィデリティの FBTC を8億ドル、グレースケルの GBTC を 2.2 億ドル、その他アーク、ビットワイズの ETF も保有しております。またその他のファンドは数千万ドル規模ですが、アポロマネジメントもアーク B を5320万ドル保有、エリアットキャピタルも IBIT を1200万ドル保有していることが明らかになっています。こういう報告を見るとですね、今までの米国の ETF って、やっぱりこういうファンドの開発の影響が大きかったんだなと思いますよね。第2四半期以降もこれらのファンドが積み立てていくのか注目ですね。あと他ではオクラホマ州がビットコイン権利法案と呼ばれるようなものを可決したのが話題になっています。この法案はオクラホマ州のデジタル資産を自己管理する権利を保護するものであり、州民が家庭と産業規模の両方で暗号通貨をマイニングすることも合法化されると、個人ウォレットまたはハードウェアウォレットのいずれかで仮想通貨を自己保管する権利を基本とすることで将来の仮想通貨禁止に先駆けて制定したということで話題になってますけども、オクラホマ州よりも何倍も人口の多いニューヨーク州とかノースカロライナ州は未だマイニングを禁止にしてるんですよね。このオクラホマ州のビットコイン権利法案と呼ばれるものは2024年11月1日に発行予定とされてますが、他の州はこれに追随できるのか注目ですね。あとマイニング関連ではエルサルバドルのビットコインマイニング量が 474BTC に達したのも話題になっています。これでエルサルバドルのビットコインの保有量は5750枚、約4億ドル相当となっています。2021年に火山マイニング施設を導入してから約3年の月日が経っております。火山マイニングありましたね。当時ね、ビットコインのマイニングが環境問題になってた時にですね、このエルサルバドルがうちは火山エネルギーでやってるからどこよりも環境に優しいってねアピールしてましたけど、東芝はね回収できたんでしょうかね。ビットコインの価格は65,900ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米消費者物価指数 CPI が前月比予想の 0.4% に対して結果が 0.3%、米小売売上高が予想の 0.4% に対して結果が 0.0% と、インフレが少し収まったと捉えたのか、金利が急落してまして、市場全体が上昇しています。また要人発言の方では、FRB のボーマン総裁が、米国内でステーブルコインを規制するためのパートナーシップを形成するよう、各州と連邦政府に要請したことなどが話題になっています。ボーマン氏はですね、米国通貨には取り付けリスクや、米ドルに対する保護を必要とするリスクが伴うと、従って連邦準備制度の観点からすると、米国でステーブルコインが作成される可能性が高まる中で、現在の法案であろうと他のものであろうと、最終的にその枠組みがどのようなものになるかについて私たちが情報を提供し、協力できる能力を持っていることが重要ですと、連邦準備制度がテーブルにつくことを前進させてくださいと語ったとされています。米国ではステーブルの規制を緩和する側と、規制を強化する側でそれぞれ動いてますけども、これも今後どちらに傾くのか注目ですね。米国債金利が 4.32 と急落してまして、ナスダックが 18,590 ドル、S&P500 が 5,320 ドル、ダウ平均が 39,900 ドル、それぞれ AT1 を更新しています。
金ゴールドが2390ドル、日経平均が38,700円、ドル円が 154.0 円となっております。個別株の方では、マイクロストラテジーが MSCI、ワールドインデックスに追加されたことが話題になってまして、仮想通貨関連株全般ですね、市場全体とともに強く反発してるんですが、その中でもマイクロストラテジーは1日でプラス 15% と特に強く伸びてます。また NVIDIA も A 定値を更新する勢いでまた伸びてまして、仮想通貨市場の AI 銘柄もこれに比例するかのように強く伸びてますね。ビットコインの先物の方ではOIが全体でプラス 7.9%、額としては309億ドル相当と大幅に増加してます。比率としては全体ではショートが 57.0%、バイナスミはショートが 53.0% と、いつぶりかわからないくらいですね。バイナスミのショート優勢が印象的ですね。今後の指標としては本日5月16日に米フィラデルフィア連銀景況指数、FRB 副議長バー氏の発言、5月17日に中国の小売売上高、5月18日にロシアの GDP などが控えております。市場全体で見たらですね、米国のインフレ懸念が少し収まって金利が下落、そして連日続いてた需要指標の警戒も終わったことで、各指数が A 定値を更新してまして、仮想通貨市場もそれに続いている展開なのかなと思います。チャートだけ見たら、昨日から4000ドル幅の上昇となってまして、一気に66,000の攻防に入ってます。ここを抜けるとなると、A 定値コースが見えてきそうですが、ここを弾かれるとなると、再度64,000で耐えられるかが焦点になりそうです。米国の ETF の利入も回復してますし、上へ期待したいですね。今後の市場の動向に引き続き注目です。あとはイーサ関連ですね。MEV ボットを攻撃して、わずか12秒で2500万ドル相当を搾取した兄弟が、マネロン容疑で起訴されたのが話題になっています。MEV 関連の起訴は初ということで、現在注目されています。これボットのね、技術的な面はさっぱりわからないんで、細かく説明できないんですけど、基礎上とかから素人が内容を汲み取るとですね、現在イーサリアムチェーン上では、この MEV ボットを利用して、様々なトークンの価格差を狙って利益を稼いでる人たちがいるみたいなんですけど、この兄弟のある特定の MEV ボットを3つを攻撃して、無価値のトークンを取引するように仕向けたと。で、そのボットに対して無価値のトークンを売りつけて、2500万ドルを搾取したと。そんな感じの説明になってるんですけど、間にね、専門用語が入りまくってるんで、もしかしたら解釈が違うかもしれません。で、現在界隈ではですね、このチェーン上の利益の奪い合いって、常日頃からあることなんで、これって犯罪になるのとかね、マネロンになるのとか、意見がちらほら流れてくるんですけど、この起訴の内容だと、もともと別な人が持ってたお金を攻撃によって奪い取ったという説明になってるんで、単純にね、ハッキングで盗んだ例と同じ扱いになるんじゃないかなと思うんですね。あと個人的に気になるのはですね、つい先日、SEC が現在申請されているスポットイーサ ETF に関して、セキュリティ面での質問をするという話題も出ましたから、もしかしたら今回の件がですね、またイーサの現物 ETF 非承認の材料として挙げられる可能性もなくはないんじゃないかなと思っちゃいましたね。この兄弟に関しては懲役20年が課せられる可能性があるとのことですが、こちらも最終どうなるのか注目ですね。イーサの価格は現在3009ドル、BTC 建ては 0.0455 と連日下がってましたが、今回のビットコイン上昇についていけず、さらに落ちてます。先物の方ではOIが全体でプラス 1.7%、額としては104億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51%、バイナスミはロングが 75.1% と若干下寄りに傾いてます。未だに悪いファンドしか出ないイーサリアムですが、納得の価格推移となってますね。チャートだけ見たら再び3000の攻防に入ってますけども、他アルトミームがビットコインについていってるのに対して、イーサが取り残されているのが目立ちますね。香港の現物 ETF も未だ力なしと。上は3200の攻防に迎えるかどうか、下は2800の抵抗を耐えられるかどうかが焦点になりそうです。このまま逆転もなく沈んでしまうんでしょうかね。イーサの今後にも注目です。あとここからその他の動向になります。サークルが拠点を米国に移転する計画をしているのではないかという噂が出てます。現在のアイルランドから米国移転予定と。サークルは1月にですね、IPO を申請してたことが話題になりましたが、IPO のための移転なんじゃないかという噂も出てます。USDC のサークルが上場するとなると、また大きく話題になりそうですが、先ほどの米国のステーブル規制の件が気になるところですね。サークルが無事 IPO までたどり着けるのかも注目となってます。あとはロビーフッドが欧州の顧客に対してソラナのステーキングサービスを提供したのも話題になってます。ロビンフッドはですね、新規顧客は最初の30日間は購入額に対して 10% のボーナスを獲得できると声明を出しています。やはり SEC からウェルズ通知を受け取ってから展開が激しくなってきましたね。
現在仮想通貨関連株が強く上がっている中ですね、このロビンフードの株は比較的弱くなってますが、こちらも再度上向けるのか注目となってます。あと、ここからアルト関連になります。ワールドコインがユーザーの交際データを削除、新たな管理システム SMPC を発表しています。これは先日から各国の規制対応のために管理システムを変更すると発表されてましたけども、今回ついに実装となっています。ワールドコインはですね、ワールドコインファンデーションは TACEO や Tools for Humanity の技術者とともに、これまで他の財団の妨げとなっていた規模とコストの制約に対処する SMPC の新しい実装を構築することに成功したと。このシステムは GitHub のリポジトリであらゆる組織が使用できるようになり、生体認証データの保護を含むデータの保護の新しい標準を確立することを目的としていますと声明を出しています。ワールドの価格は現在5ドル、BTC 建てはマイナス 3.7%、時価総額87位です。しばらく弱い状態が続いてましたが、ここから反転できるのか注目ですね。あとはそのワールドコインのライバルと言われているヒューマニティプロトコルが3000万ドルの資金調達を発表しています。評価額が10億ドルに達しているのも話題になってますね。ワールドコインが網膜をスキャンするのに対して、このヒューマニティプロトコルは人間の手のひらをスキャンして静脈の動きで個人の相手を作り出すものとされています。出資者にはアニモカブランズ、ブロックチェーン .com など有名どころが並んでますね。これも話題のプロジェクトとなるのか注目です。あとは先日ブロック生成が止まってたデゲンチェーンが復帰したようです。結果丸々2日止まってたようですね。デゲンチェーンは X で再稼働を発表してます。デゲンの価格は 0.017 ドル、BTC 建てはプラス 1.5%、時価総額285位です。停止中の価格よりは戻してますが、他と比べると弱い方に入りそうです。これも再度 AT 値更新できるのか注目ですね。あとはオプティミズムのソンファイナンスが2000万ドルのエクスプロイト被害を報告してます。コンパウンドの V2 フォークの脆弱性を突かれたためとされてます。現在調査中で、まだ犯人特定には至ってないようですね。ソンネの価格は発表後にマイナス 50% 以上の下落となってます。時価総額2190位。これも資金が返ってくるのか注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。